X 脚を根本から解消する方法をお伝えします。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、X 脚を根本から解消するためのストレッチ、そしてエクササイズのやり方をお伝えしていければと思います。はい、前回はですね、横脚を根本的に解消する方法をお伝えさせていただきました。今回は X 脚です。X 脚というのは膝がこうぐっと内側に入ってしまうことによって、見た目ですごく気にされている方はもちろんなんですけども、X 脚によって膝の痛みだったりとか腰の痛みだったりとか首とか肩の痛みにもつながってしまうんですね。なので X 脚で悩んでいる方はその場しのぎではなく、今日お伝えするですね、根本的に解消する方法をですね、ぜひ活用いただければと思います。はい、ではですね、X 脚を根本的に治す方法についてお伝えしていきます。はい、X 脚をですね、根本的に治すためには3つのステップが必要になります。はい、ステップ1というのはですね、膝の裏の筋肉のストレッチになります。そしてステップ2というのは股関節の前の筋肉のストレッチになります。そしてステップ3はですね、お尻の筋肉を鍛えるエクササイズになります。はい、早速ですね、ステップ1、2、3というふうに移っていきたいんですけども、まずそもそもですね、X 脚がですね、なぜ起こってしまっているのか、そのメカニズムをですね、知っていただいた上で、ステップ1、2、3と移っていただいた方が効果的ですので、その説明をさせていただければと思います。はい。ではですね、X 脚というのは、まずそもそもどういう状態なのか。X 脚というのは、いわゆる文字の通りですね。この膝が曲がってしまって、X の字に、×の字になってしまっているっていう状態が X 脚になります。ではなぜその X 脚の状態になってしまうかっていうと、膝の裏の筋肉が硬くなってしまったりとか、股関節の前の筋肉が硬くなってしまっているんですね。ではなぜその筋肉が硬くなってしまっているのかっていうことが重要なんですよ。はい。X 脚の方っていうのは、お尻の位置が後ろに行き過ぎてしまっているんですね。いわゆるでっちりの状態の方なんです。お尻をですね、常に後ろに出てしまっている方っていうのは、この状態が続くと股関節の前が固まってきてしまいます。股関節の前が固まってきてしまうと、本当ならですね、股関節を伸ばして立ちたいんですけども、硬くなって伸びないわけですから、腰を反らせてしまうんですね。腰を反らせてしまうことによって反り腰の状態になってしまいます。そうすると腰が痛くなってしまいますよね。そうするとですね、次は何をするかっていうと、膝を曲げてごまかすんですね。頭が前の状態だけだと気持ち悪いので、膝を曲げてごまかす。反り腰と膝が曲がってしまっている状態で X 脚になってしまっているということになります。そのためですね、X 脚を根本的に治すというのはですね、膝の裏の筋肉、そして股関節の前の筋肉を緩めてあげて、そして最終的にこのお尻の位置をぐーっと戻してあげる必要があるんですね。初めからお尻の位置を戻そうとしても、膝の裏の筋肉、そして股関節の前の筋肉が硬いので、それができません。なのでまずは緩めてあげて、そして正しい位置に戻すことによってですね、X 脚の状態がですね、解消されて姿勢も良くなりますし、かつ腰痛だったりとか膝の痛みも予防することができるようになるということになります。はい。ではですね、いよいよステップ1のですね、膝の裏の筋肉のストレッチのやり方についてお伝えしていきたいと思います。まず右足の方から行っていきます。右足を前に出していただいて、左足を後ろに出します。そして右足のつま先はまっすぐ前を向けていただいて、左足のつま先は外を向けます。この状態でポイントは右の膝をしっかり伸ばしていただくことですね。膝を伸ばしていただいて、そして膝のお皿を外に向けます。はい。股関節を外にねじるような形ですね。股関節を外にねじっていただいて、左手はですね、壁などテーブルなど捕まっていただいて、上体をしっかり起こしていただきます。上体を起こしながら、膝を伸ばしながら、膝の外を向けながら前に倒していきます。こうすることによってふくらはぎからですね、太ももの裏の筋肉がですね、伸びていくことになります。このまま10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。
このままですね、次の段階に移ります。次は膝のお皿を外にさらに向けながら足首を捻挫するような形にします。この状態で膝をしっかり伸ばしたまま、体を起こしたまま前に倒します。そうするとさらに外側の筋肉が伸びていくはずです。このままですね、10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、もう一段階あります。もう一段階は体をですね、右にぐっとひねっていただきながら、体を起こしながら前に倒す。そうするとさらにですね、ふくらはぎ、太もも、そしてお尻の筋肉までですね、伸びていくことになります。ちょっとバランスが崩しやすいストレッチになりますので、しっかりですね、捕まっていただきながら、ふくらはぎ、太もも、お尻を伸ばして10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。これでですね、右側のストレッチは完了です。はい。では次はですね、左側のストレッチも同様に行っていきたいと思います。左足を前に出していただいて、右足を後ろですね。左足のつま先はまっすぐ向けていただいて、右足のつま先は外を向けます。そして膝をしっかり伸ばしていただいて、膝のお皿を外に向けていただいて、体は起こして、上体を起こしながら前に倒します。そして右手は壁を掴まっていただければと思います。そうするとふくらはぎから太ももの筋肉が伸びていきますので、このままですね、10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次の段階として膝をさらに外に向けながら足首を捻挫するような形。そして膝をしっかり伸ばしていただいて、体を起こしていただいて、体を前に倒します。そうするとさらに外側の筋肉が伸びていきますので、このまま10秒間キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そして最後の段階です。体を左にひねっていただきながら前に倒す。しっかり膝を伸ばすことはですね、気をつけてください。そうするとさらにですね、ふくらはぎから太ももからお尻の筋肉ですね、伸びていきますので、このまま10秒間キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。これで左側のストレッチも完了です。はい、ステップ1のですね、膝の裏の筋肉のストレッチが完了しましたら、続いてですね、そのままステップ2のですね、股関節の前の筋肉のストレッチに入っていきたいと思います。まず右側のですね、股関節の前の筋肉のストレッチから行っていきます。はい。右の場合は右足を後ろに出します。そして左足を前ですね。はい。右の膝をしっかり伸ばしていただくことがポイントです。そして右のかかとは浮かしておいてください。かかとをつけてしまうとアキレス腱が伸びてしまうストレッチになりますので、かかとを浮かした状態で右の膝を伸ばします。そして左膝をぐーっと曲げていただいて、上体をぐっと起こすことによって股関節の前がですね、ぐーっと伸びていきます。で、この状態で壁など掴まっていただきながら、しっかり伸ばしながら10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。次ですね、この状態から骨盤をぐーっと右にスライドさせながら伸ばすことによってさらにですね、股関節の前が伸びていきます。このまま10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。もう一段階あります。体を右にぐーっとひねっていただくことによってさらにですね、股関節の前が伸びていきますので、このまま10秒間キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。これで右側のストレッチは完了です。はい、続きまして左側のですね、ストレッチを行っていきます。左足を後ろに出していただいて、右足を前に出します。左膝をですね、しっかり伸ばしていただいて、かかとを浮かしていただきます。そして右の膝をぐーっと曲げながら上体を起こしていただいて、股関節の前をしっかり伸ばしていきます。伸びづらい場合はですね、右足をさらに前に出して膝を曲げて体を起こしていただくと伸びていきます。このまま10秒間キープです。1、
2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。このままですね、次の段階として骨盤をぐーっと左にスライドさせながら体を右に倒していただくことによって、さらにですね、股関節の前が伸びていきます。このまま10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。このまま次の段階として体をぐーっと左にひねっていきます。そうするとさらに股関節の前が伸びていきますので、このまま10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。これで左側のストレッチは完了です。はい。ステップ2のですね、股関節の前のストレッチが完了しましたら、いよいよステップ3になります。はい。ステップ1のストレッチで膝の裏の筋肉を緩めて、ステップ2のですね、股関節の前の筋肉を緩めることによって、体はですね、フレキシブルになりますね。X 脚の方っていうのは、お尻がぐーっと後ろに出てしまっているっていうのが原因でしたから、フレキシブルになることによって、しっかり体が動くようになるんですね。その状態でしっかり正しい位置にぐっと固めていく、決めていくっていうのが、ステップ3のエクササイズになります。はい。エクササイズを始めていく前に、どちらの足を前にしなくちゃいけないのかっていうことをですね、見ていきます。はい。で、まずですね、実験していただきたいんですけど、右足を前に出していただいて、左足を右足の後ろに出しながらつま先を外に向ける状態。この状態で立っていただいた形と、左足を前に出していただいた状態で、右足を後ろにつけていただいて、つま先を外に向けた状態で立っていただいた形。どっちがやりやすいですかね。はい。多くの方が右足を前にした方がやりやすいはずです。それはですね、なぜかというと、骨盤が右にですね、ねじれてしまっている方が多いんですね。そういった方がですね、やりづらい形、左足を前にした状態で、右足後ろにした状態、やりづらい形で、歪みを強くなってしまった状態で、エクササイズをしてしまうと逆効果になってしまいますので、結論としてはですね、やりやすい方で行ってみてください。はい。多くの方が右足を前の方がやりやすいはずです。はい。私も右足が前の方がやりやすいので、この状態で説明していきます。はい。もし左足が前の方がやりやすい場合は、左足を前で行ってみてください。はい。ではですね、エクササイズのやり方を説明していきます。先ほどお伝えしたように、やりやすい方の足を前に出していただいて、つま先を外に向けていきます。つま先を外に向けた状態で軽く膝を曲げます。で、膝を曲げていただいた状態で、まずはですね、膝をぐーっと伸ばしていただいて、膝の裏と裏をぐっとくっつけます。ぐっとくっつけていただいて、恥骨をさらにぐーっと前に出していただきます。そしてお尻がギュッと締まりますよね。そこからさらにお尻をギューッと締めていく。このままですね、10秒間キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、ゆっくり膝を曲げます。はい。もう一回いきます。膝と膝をぐーっとくっつけていただいて、お尻がギュッと締まります。そして恥骨をぐーっと前に出していただいて、さらに締めていきます。そしてそこからお尻をさらにギュッと締めて、もっとですね、お尻に力を入れていきます。この状態で10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で膝を曲げます。はい。もう一回いきます。膝をぐーっと伸ばしていただいて、膝の裏と裏をギュッとくっつけていただいて、お尻を締めます。そして恥骨をぐーっと前に出していただいて、さらにお尻を締めて、そこからさらにお尻をギュッと力を入れて、もっと締めていきます。このまま10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。これで足をゆっくり戻します。はい。ステップ3のですね、エクササイズが終わりましたら、膝の裏の筋肉が緩まって、股関節の前の筋肉が緩まって、お尻をギュッと締める筋肉が鍛えられた状態になります。そうしましたら最終的には立ち方をですね、気をつけていくことになります。はい。X 脚の方というのは、つま先が内に向くことによって、X 脚になってしまいますから、ステップ3のですね、エクササイズのような形をとっていただくことによって、膝がしっかり伸びて、股関節がしっかり伸びて、お尻がギュッと締まっていただいて、足がまっすぐの状態になります。これでですね、
あなたの X 脚がですね、しっかりまっすぐになるのであれば、あなたのですね、原因っていうのは膝の裏の筋肉、そして股関節の前の筋肉、そしてお尻の筋力がですね、問題だったということになります。もしこれでもですね、少しは良くなったけど、まだですね、なかなか内側にねじれてしまうという方はですね、まだまだ柔軟性が足りないということと、筋力は足りないということになります。なので、今回お伝えさせていただいた膝の裏の筋肉のストレッチ、そして股関節の前のストレッチ、そしてお尻のエクササイズというのをですね、習慣にしていただく必要があります。目安としては、朝昼晩のですね、1日3回行っていただくことをお勧めします。膝の裏のストレッチ30秒ですね。30秒、30秒、左右で30秒と股関節の前は30秒、30秒。これで2分ですね。そしてエクササイズが30秒になりますので、約2分半のエクササイズ、ストレッチになりますので、ぜひですね、1日朝昼晩と習慣で続けていただくことによってですね、あなたの X 脚がですね、その場しのぎではなく根本的に解消することになりますので、ぜひですね、続けてみてください。はい。ということでですね、今回は X 脚を根本的に解消するためのストレッチ、そしてエクササイズの方法をお伝えさせていただきました。今回のですね、方法で一発で解消されたあなたはおめでとうございます。今回お伝えさせていただいたストレッチとか、エクササイズとか姿勢の習慣を続けていただければ再発することはありませんので頑張っていただければと思います。またですね、今回だけではなかなか少しは良くなったけどまだまだ残りがあるというあなたはですね、ぜひですね、今回お伝えさせていただいたストレッチ、エクササイズ、姿勢っていうところを習慣にしていただければですね、必ず X 脚治りますので続けて頑張っていただければと思います。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますのでよろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたらコメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。